皆さんご機嫌いかがでしょうか。バドンカドンクのポッドキャスト。Oh, dale, wey. Oh, damn. Now that's a Badonkadonk, eh? はい、始まりました誰もうちょっとね、掘りたいねんけど、もう今それ掘れる状況じゃないのでちょっとスルーします今日はなぜならば今回は初ゲストユリエコリンズさんです。ありがとうございますよろしくです。ゆりえです。喋ってる、横でも喋ってる。ペコペコペコ。どうもどうも。これ拍手。拍手。これ拍手なんや。拍手。今ね横でチピチピチピってやってくれてるんだけど拍手なんですね。拍手です。私さ今こうやって盛大にお迎えしたんやけど、はい。初めましてやねんな。初めまして。そういやでもなんかもう知ってる感じします。いつも楽しんでるんで。こちらこそ、はい。こちらこそね。インスタのショットめっちゃ見てますけども。あ、恥ずかしい。いえ。で、ゆりえが、今日来るときに、まあまあ、ゆりえの外国人のサイドが強くてちょっと遅れてきてピンポンして俺ドア開けたらスタートからゆりえの煙がプワッつってきて遅れてごめんって来たもんな。すごかったなスタート、そうこれ私ドラッグクイーンにレイプをいただいてはいで昨日クラブでなくしたんかと思って今朝ちょっとなんか落ち込んでたんですよ、はい、なんかハングオーバーで起きて、もうやばいハングオーバー、しかもベイプなくしたツルトンタンに置いてきたんかなって思って、朝5時ぐらいにツルトンタンで閉めたんで、でもまあ体に悪いしこういうねハビット良くないかなって思って、まあなくしてよかったって思って、カバン開けたら出てきて、やったー全然良かった方や。そっちの方が良かったよ。神様ありがとう。そういやもう今喋ってる感じで思ったけど、はい、完璧そっち側やな。なんて言うやろ何俺がアメリカサイドってこと？カラーが今そうちょっとねこちらが線ですか。音だけで聞いてる人はあれやねんけど、今ダニエル、ゆりえちゃん、あたしっていう並びやから、ちょっと21でこのサイドが今分かれてるなっていうぐらい言葉がすごかったです。もう頑張ってください、はい、一言負けないで。めっちゃ一言やん、はい、まあでもこれ今ね勝手にゆりえちゃんとか言ってるけど、多分まだ知ってる人は絶対知ってんねんけど、すごいインスタでも人気やしな、ありがとうございます。もしかしたらまだ知らない方がいらっしゃるかもしれないんでよかったらちょっと自己紹介というかさ、知らないの？ダサ怖強気な女でしたわ今時知らないの知らないよはい、コリンズゆりえです、東京拠点に女優、スタンダップコメディアン、バイブス提供者してますはい、いつでも呼んでください。はい、ありがとうございます、はい、楽しい時間になると思いますはい、私がいるといいよ、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい。なんかバイブス提供者ってバイブスいやでも昨日のはしごでやったお仕事が、なんかまずスタンダップコメディとこう歌を歌うなんかドラッグクイーンのイベントに出演させてもらって、その後東京コメディバーでローストやって、そうで最後に六本木のクラブのゲストホストしてるんだけど、それはマジでもうただバイブスするだけの何もしない。どういうお仕事ってよく聞かれるんですよ、ゆりえそこで何してるのみたいな、MC なんか喋ってるの？いや何もしない、ただいるだけいるだけでもうバイブスが上がると。もうバイブスはいお世話になってます。はい、すごいね。いやドラッグクイーンって、男？女の子？俺それがもともとちょっと分かんなくて、ドラッグはなんかドラッグクイーンとドラッグキングとかも、キングもそうなんかドラッグはなんか私多分間違ってるかもしれないんだけど、ただこうなんかジェンダーをなんか大げさに表現して、ただこう衣装とかメイクとかウィッグとかで表す表現する、アートですね本当に。だから、パフォーマーとして考えてる私は、じゃあ俺どんだけ股間やったらドラッグキングになれる？なんでドラッグになったほんまにそれなそっちのドラッグな話ずれてた今までずっと、だから私さちょっと話飛んじゃうけど、ここはさ初めましてやねんな、はい、けどダニエルとは知り合いやってんな、もともと。そうです、そう、コメディだったもんな。会いました。で私の企画にも出演してもらって楽しかったね。
それ毎回ソードアウトだよな。あれでけえよな。すごいありがとうございます、おかげさまで。ちなみにどこでやってんのやっけ？渋谷の東京コメディバーっていうスタンダップコメディの会場がありまして、そこでいつもいろいろ出演させてもらってます。日本語のライブもするし、英語ももちろん。なんか英語をさっき始めたんですけど、最近その日本語のスタンダップコメディもだんだんなんか SNS とかで人気になってきて、めっちゃおもろい。それでなんかライブが増えたりしてます。で、東京ホテルズっていう、私の月1でやってる英語のライブに出てもらって、めっちゃ面白かった。Oh shit! Yo, あのイベントめっちゃ好きで。嬉しい、また出て。Yo, yeah. 多分ユリエが俺の知ってるダニエルと、ユウキが知ってるダニエルちょっと違うと思うね。それも聞きたかったんやんか。やっぱさライブやってるけどさ、日本のお笑いライブとは絶対ちゃうよな。違うよね。違う。違いますね。俺日本のなんか漫才か、日本のお笑いやってる時に、ほぼ下ネタとかダメで、ストレス溜まったままユリエのライブ出んの。だから下ネタオンリーなんだ、逆に。オンリー？いや、俺そういうボケしかないかも。あんたのネタがな、別にゆりえちゃんのライブがそういうわけではなく。いや、でもその名前が東京ホテルズ、そう HOE ホなんだけど、別に下ネタオンリーとかじゃなくて、なんかドラマセックス&ザシティってあるじゃないですか。なんかそういう恋バナとかいろいろみんなが抱えてる悩み、なんか恋愛のね、お話とかそういう面白く話できる企画が欲しくて、別に女子だけじゃなくていろんな人の悩み、それを面白く話していこうみたいな。だから特に下ネタオンリーってわけではないんだけど、下ネタが多いですね、大体。やっぱね、どうしても増えちゃうやんな。増えますね。はい。まあ下ネタ受けるよね。スタンドアップコメディってなんかそういう下ネタとか政治のネタとか、結構期待してくる人が多いと思うんで、逆にないとちょっとちょっと残念って思われるのかな。勝手な思い込みかな。いやでもだからちょっと攻めてないなと思われるっていうか。もしかしたらそう。いやね、なんか日本のお笑いも全員もう大人から子供全員この一つのネタで笑わせようとするから、もうショットガンスタイルで。確かにね、僕定めてないねんな。俺もなんか日本に住んでる歌舞伎町の黒人のナイジェリアンだけ狙ってんの俺。狭すぎやろ。一人やん。超スペシフィック。超スペシフィック。グレゴリーや出たもんそれ。よく知ってんな。一回グレゴリーっていうバカでかいナイジェリア人にぼったくりバー連れてかれて、ぼったくりバー。Yeah。何それ？いろんなぼったくりバー？なんかガールズバー？やっぱやられないんだ。これ同じちょっとまあそうやんな。ユリエもやられてるかと思ってたら。何ぼったくりバー？違うんだ。おっぱいいかがですかみたいな。おっぱい好きですか？そっか、多分ユリエだったらおちんちん好きですか？ダイレクトに。ないよ、そんな誘い。そんなあるの？どこ？六本木？歌舞伎町で。歌舞伎町で違うやん。っかいナイジェリアンがおったらおっぱい好きですか？で俺がYeah, fucking of course。それでもちろん。で行っちゃったの。引っかかったの？引っかかった。でお会計の時、I was like, Yo, 50万？ What the fuck？おっぱい好きですかって聞かれたのに、おっぱい、触ったかも、but 50万じゃねえよ。50万のおっぱい。へえ、どんなおっぱいだった？ナチュラル？そこまで触ってない。あんまそんなおっぱいの質気にならへんよ。いや気になる。私おっぱい入れたくて。そうなんだ。はい。ほらちょっともうそんなんも聞きたい。そう、おっぱい入れたいんだけど、なんかね。高い？そこ？値段から。でも50万しないと思う。触る値段の方が高いかも。だから元取れそう。逆にな、売ってたらな。いや売ってたらじゃなくてすぐに元取れそう。よろしくお願いします。いやでもなんかナチュラルじゃないと、なんか分かるんですよね。特にこうチェストなんかここに脂肪が少ないとで突然こう胸だけドーンってあると
もうなんか不自然に見えて、そういう仕上がりは嫌だなとか思って、こうナチュラルに別にこうめっちゃ大きくしたいわけじゃないんですけど、結構胸ちっちゃいからで、なんか日本で気になり始めました。だってアメリカではずっとBBL したくて、出たよ、ブラジリアンバットリフト、それYo hell yeah それやりたかったんだけど、日本に帰ってきたからアースどうでもいいかって思ってやっぱおっぱいやなと。おっぱいの方がなんか日本人抱いてんだ日本人おっぱい好きやもん。ちょっと待ってな、もういろいろ気になりすぎてるんです。そう言ってね、私ゆりえちゃん初めてやん。その待ってな、日本人難しい、この質問の仕方おかしいねんけど、日本で育ってる。そうです。ごめんなさい、説明してなかった。そうやね、なんか感覚がさね、わかんないですよね、ごめん。私のライフストーリー知らないのでなんでごめんなさいね、ちょっと勉強不足でねみんなもちょっとね聞きたいからさはい、日本で生まれ育ち、和歌山、関西出身なんですけど。和歌山なんや。和歌山です。はい。高卒まで普通に、インターナショナルスクールとかじゃなくて普通の国公立卒業して、大学からアメリカ行って、で大学の後わちゃわちゃちょっとニューヨークにおって、コロナ中に日本よう帰ってくるようになって、で去年ぐらいからよしもう東京にしようって思って今東京に住んでます。じゃあそのさなんかバイブスというかさ感じがさめっちゃ海外な感じがすんねやんか。そうですか。それはそっちで育まれたの、大学以降でか、そのハーフどうなんでしょうね。いろいろね、アイデンティティとか、なんかハーフって考えると思うんですけど、考えない方がいいと思うんだけどまあな、普通にナチュラルの方がいいねんけどな。そうでも大体日本で育ってなんか自分は外人だって思い込んでて、ハーフ周りにおらんかったんで、結構田舎でもないけど東京みたいな都会ではないから、もうなんか他にハーフとか全然おらんかったし、だからもうなんかゆりえは外人みたいな感じでみんなに言われて、別にいじめとかそんな大げさには言いたくないんですけど、でもなんか感覚がなんかうちらとは違うみたいな感じで、もうそれで育ったんで、私はもうアメリカンなんだっていう風に思い込んでて、大学アメリカに行くって決めてたんですけど、でも大学アメリカ行ったら自分アメリカンじゃないって思いました。うわこれダニエルでも聞いたな一回。Yeah, you're just in purgatory. そうどこに行ってもな。そうどこ行ってもね、でも真っ白じゃなくてちょっと茶色い、多分ゆりえの purgatory なんだろうね、それはどういうことだいどういうことだい誰か突っ込んでどういうことだいね。いや purgatory ってイメージちょっと真っ白なの。その死ぬなんか間のスペース。白なんだ。俺真っ白のイメージだから、でちょっと黄色と多分なんかピンクがいい。かわいい。ゆりえの purgatory はピンクでした。すいません。そうだからなんか感覚的にさ、あんまりな私自分が育ってきた環境でずっと日本やからな、で周りでおっぱい入れたいとか、お尻入れたいっていうのを聞いたことがなかったのよ。そうですか。シャバお前らの女シャバお尻入れたいとかやっぱそういうのってさ、なんやろ、何でやっぱ思う、やっぱおけつでっかいのがエロいなとか。いや、私は I wanna make money and すごくシンプル。そう、お仕事につながったらいいかなって思って、別にエロい仕事じゃなくて、なんか演者だから普通になんかキャスティングとか、あるじゃないですか、そういう美のイメージで、国によって違うなっていつも感じてるんですけど、ニューヨークに住んでた頃はもう本当になんかおっぱいとかどうでもよかった。みんなもうアースに夢中で、わかるほんまにそうなんやな。で周りも女の子のお友達が多いんですけど、ニューヨークになんかみんなそういうお尻を大きくする運動とか、ジムに行ったり、なんか痩せる、細くなりたい、ダイエットっていうよりお尻大きくするぞみたいな。お尻活、推し活、また違う推し活。これ日本人の女の子聞いてる？これなんだよ。外人にもたしないよ。もてたいならね。でもお尻大きくするとウエストが細く見えるんですよ。確かに。そうだからウエストを細くするよりお尻を大きく、もしくは上半身なんかショルダーとかを
筋トレすると、うんウエストが細く見えるこう対象ができて、だからそういう考え方好き。なんか日本って結構ダイエット減らせ減らせやもんな。そうそうそう、もう小さくなれ小さくなれみたいなプレッシャーを感じるんだけど確かにアメリカではこう肉をつけよう足せ足せ。そうそうそうどこについてもいいわけじゃないんだけどこうターゲットしてここにつけようここにでなんか BBL はだいたいいらない脂肪、例えばお腹の脂肪を取ってそれをお尻に入れるとか、そんなことしてますねみんな。へえ、マイアミとかで。Oh yeah. いやいやいやラテン系の女、でかいお尻。いや、俺一番多分日本で興奮するとき、日本、もうザ 100% 血の日本人だけど、ちょっと、like、外人のお尻サイズしてる。可愛いよね。ドキッとする。へドキッとする。お尻がバーンってでかいな。で、一番俺の日本人ハーフのサイドが傷んでるときが、その子が、いや、なんかちっちゃくしたいの。I'm like, Yo! Come on! 神様をビッチスラップしてるじゃん。そうこんだけいいものもらったのに。そうでもインスタに流れてくるなんかあるじゃないですか、なんか For You ページみたいな、インスタが、そうそうそう、おすすめの動画とか、なんかニューヨークにいるときはお尻を大きくする方法みたいなそういう動画流れてくるのに、日本にいるときはお尻を小さくする方法と変わるんやそこも。そうアルゴリズム超コンフュージング。でもお尻なんだ。お尻。電車の中で俺インスタグラム開けねえもん。ああそうだね。もうエロそう。Dude, just big booty もうの水着のだらけ。もうほんといなんかばっか流れてくんねんな。そうか、わかりやすいね。いいね。そうかそうか。でも顔のゆき知ってる？何？俺ゆりえのlike we're talking about 整形でしょ？の話。ゆりえも一つあるんですよ。一つにしようか。一つにしようか。もうもっとあるんかよ。俺それ一回勇気当てようか。どこ結構一つだけ大きな工事してます。工事。はい。ちょっとその他はちょっとなんかねなんかこう針とかツヤとかシワをなくすとかそうなんじゃなくてもう一つ大きな工事してるんですよ。わからんけどやっぱ私横から見ててずっとすっごい綺麗やなと思ってたんが、鼻がすごい綺麗やんか。ありがとうございます。Thank you, Dr. Choyman. I love you. ちゃんと感謝してる。いや、すごい、ちょっとな、急に CM 入ったけど。おい。動画をさ、もう私のセービア。人のためにさ、一瞬ちょっと横向いてくれる？めっちゃ綺麗のよ。ありがとうございます。Made in Korea。行ったんや。行きました。わし花だったんですよ。結構大きい。もともとでも高かったんや。そう、高くて。その日本語の和？わし花っていう言い方があんねん。和の日本語の和？違う。その和じゃない。違う。ジャパニーズペーパーじゃなくて。違う、ジャパニーズペーパーじゃなくて、鳥。そう。こうなんか出てて、でしかもなんかまっすぐじゃなくて、どっちか忘れたんですけど、どっちかになんか曲がってて、ずっとコンプレックスだったんですよ。はいはい。10年ぐらい考えました。で、ついに去年韓国で。やったんや。はい。それってめっちゃこんなん聞くとさあれやねんけどさ、やっぱ安さが違ったりするの？値段がとか、それとか実績というか。そうですね。韓国でしようって決めたのは日本でもお医者さん探したんですけど、なんか日本の鼻の整形ってだいたい鼻を高くするのが普通で、3人ぐらい相談したんですけど、なんかやろうと思ったらできるけどうちこれ慣れてないとか言われて、それ嫌じゃないですか。確かにめっちゃ怖いなんか実験的にやられるの嫌だなと思って、でも韓国はもうなんか世界的に、もう整形のね、王国っていうかみんながキングダムサージュリーキングダムそうもう世界中のいろんな顔つきいろんな人種の人が韓国に、整形しに行くんで、もうなんかもちろんレベルが技術が高いのと、でコスパもいいのと、でちょっとスピリチュアルな理由もあって、私、お母さんが日本人なんですけど、お母さんのお父さんとお母さん、私のおじいちゃんとおばあちゃんは韓国人なんですよ。そうなんや。Oh shit! そう、在日で。も
マジでそこ俺も通ずるやん。マジそうオッケーなんかめんどくさい時俺そう日本人のハーフって言うけど細かく言うと俺もそうやんなの親韓国の日本人そうそうそうすごい共通点や Oh な。shit いやいや、Okay 在日ギャング。いやYoung ZG あ、そうなんや。でそっちのちょっとルーツもあるからそっちに行きたいなっていうのもあった。なんか行ってみたいと思って、なんか理想の自分に会うためにこうなんかちょっと血が騒ぐなんかマザーランドに行ったらもしかしたら何かあるのかなって思って、で私のママも韓国行ったことなくて、日本で生まれ育ってるから、で一緒についてきてもらって、だから2人で初めての韓国がめっちゃ素敵やな、なんか。そうそうそうなんか不思議な経験でした。楽しかった。ほんで理想の自分だって帰ってきて。そうそうそう。いやでもめっちゃ時間かかった。これちょうど1年ぐらい前にやったんですけど、花って一番時間かかるんですよ、出来上がるのに。あ、1回でこのパッてできるわけじゃないんや。できない。なんかもういろいろ削ったりで、しかもこの先をピュンってするために耳の軟骨を取って入れてるんですよ。すごいな。めっちゃ工事。なんかでも全部自分やねんな。そうそうそう。それはいいな。耳は大丈夫なの？自給自足なんかダメージやっぱちょっとある？あんま使ってなかったんじゃない？この軟骨。余ってたしな。ああ、I see。特に何も思わない。あ、でも触ったら確かにちょっとこっちの方が少ない。耳に行ったんだ。そうそうそうで、なんかそれ私起きた時に、手術終わって起きて、なんか耳になんかこうなんか貼ってて、これは何って言ったら、ちょっと耳使いましたってそんなさ許可はあ、そうなんですか。そうそうそう。そこでよかったな。俺も整形してちょっと全然足りてない場所、なんかおちんちんからのちょっと削りました残ってるスキンをちょっと使いました。You use my ちんちんの肌使って俺の鼻つけたの。大事な。最悪だよ。I need as much as I can get。いやいや、そう。余裕ねえから、you know what I'm saying？そうなんや。でも私さ、普段このバドンカドンクのポッドキャストで、あんま喋らないことっていうのがあって、恋愛事情っていうのをあんまここではテーマにはしてこなかったのよ。OK。で、ゆりえちゃんが来るって聞いて、でまあいろいろインスタとかも見ててもさ、結構話してるやん。そうですね。なんかネタたくさんあるんでちょっともう一個聞きたいのは、そのネタはやっぱそのアメリカで過ごしてる間に結構仕入れたというかさ、いろいろ経験したことも多いん？どっちも両方ですね。まあ、女の子の聞き方、なんかめっちゃインダイレクトだけど、ゆうきが聞いてるのは、お前外人か日本人どっちの方抱いてたって多分聞いてると思う。それもある。私、日本人との経験がすごく少なくて、ゼロではないんだけど、数えるとがもうなんか結構指折りやった。ワンハンドもう多いで。ワンハンド2つの指は何人か分かんないよ。まとめてるかもしれない。Word 違うけど何回も折れるからね。そういやでも日本人との経験が少ないです。ちょっとコンプレックス。そうなるんや。なんか日本人の男性に好かれてないのかなってずっとちょっと思い込んでる。それはさ、でもなんかちょっと気になるけど、もしかしたらさ、その手が出しづらいっていうのはあるんかもしれん。なんかそういう言葉は聞くんですけど、どう受け取ったらいいかわからなくて、それがいいんかどうかもわからんもんな。そうありがとうみたいな、なんか何なんだろう、多分ゆりえは外国の人がいいんでしょみたいな。でも勝手にそう思っちゃうかも。日本人無理でしょとか結構言われる。で日本人の男性のお友達はたくさんいるんですけど、恋愛はそうですね、ないな、あんまり今まで。本当に少ない。じゃあスタートする時の感じっていうのは、アメリカ人じゃない、ごめん、外国の方、ごめんね、アメリカに限定したかも。そのいろんな国の人とやからさ、始まり方っていろいろあるやん。そうですね。告白がいるのかとか、いらないのかとか。それね。これな、私相談したかった。相談っていうか昔にあったことやねんけど、その結構外国人がいっぱいいる職場で働いてたことがあって、大阪イングリッシュビレッジっていうところがあってんけど、ダッサアメ村じゃなくて、アメ村じゃない、イングリッシュビレッジイングリッシュビレッジっていうところがもう潰れてんけどあって、そういうところで働いてた時に、ある男の人、じゃあ一旦ボブとしよう。
ボブと、水族館行ってて、おまあ、普通に私は友達として楽しく遊んでてんけど、は水族館行ったりご飯行ったりしてて、うんうんうんで他の時にスティーブンのっていう男の子と、はい買い物行ったりして、はいはいはいそしたらそのボブがあいつは遊び人だって私のこと言ってたと。ああそうなんか二股かけてるみたいな感じみたいなそうでただ遊んでるだけなのに私はそうやね、友達としてご飯行ってると思ってたんやけど、うんうんそれは付き合ってることになってたんですかって一瞬ちょっとビビって、思い込みねあるもう勘違いアワードアワードはい賞受け取りましたあこれ勘違いはアワードですよあるあるありました私最近最めっちゃあった最近タイムリーですもうほんま it was so awkward bro like this guy もうこの人ねやばかったアメリカ人おそうそうでなんか代表としてすみませんまだ Sorry まだ何も聞いてないのに謝ってるやんなんか彼とはデートだったんですよ3回デートして、でもなんか私の価値観だと別に付き合ってるっていう話じゃないじゃんまだこう、別に遊んでるつもりではなかったけど、I was just getting to know him みたいな、まだちょっと知っていく段階というかねそう、でなんか恋愛まあいい恋愛したいんでもちろん出会いとかは大事にしてるんですけど、プライオリティではないんですよねなんか仕事とか、自分のねパフォーマンスとかそっちの方がどうしてもエネルギー使ってしまうんで、あんまり時間ないんですよそういうデーティング彼たちに咲くね、そうだから結構会うなんか間がたくさん空いてたんですよなんか1ヶ月ぐらい会ってないとか、私は別に特に何とも思ってなかったんだけどなんか3回目のデートの後に彼がなんかすごい私からの距離を感じたらしくて、なんか Are we okay? みたいなメッセージがよう来て Are we okay? そう We って誰の We? って思ってもう We つけたんだあいつそう We じゃねえよって思 Come って on bro ちょっと早いん Are you でやってじゃないほしかったよなそう Are we okay? なんか俺何かしたみたいな何か悪いことした、どうしてゆりえなんか距離あるのみたいな I'm just busy とか言って、What are you a girl? とか言って本当逆になってんなしっかりせよって思って、でこの人ちょっと勘違いしてるなって思ったんが、スタンダップコメディ見に来てくれたんですよ、で超 awkward 見に来てなんか前の日にメッセージ来て LINE 来て明日見に行くねみたいな、でOK enjoy ほんまはそうやんな、エンジョイお楽しみください会場には気をつけてお越しくださいみたいな感じで普通に、で来て、でそのステージがあって、楽屋みたいなところはなかったんですけどもうなんか明らかに演者が座るセクションがあって、もうお客さんとは離れた、ね、でobviously like it's for performers だってカメラマンとかおるしいろいろね、機材とか置いてるテーブル演者が座ってるテーブルHe came なんか私の隣にポンって座ってさでみんななんかOh is that your man? みたいななんかもう私のそうみたいな感じで何こいつって思ってキモいって思ってあいつもスタンドアップやりたかったのゆりえのフォローしたかったのその次自分が立つからっつってそうでなんか座ってきてでめっちゃうざかったんが、私がこう出る前に You okay? You ready? You feel good? 最悪 Ready? どう準備できた緊張してる絶対大丈夫なんかさ、発表会じゃないんだからさこの前あるまし何これ私これ仕事なんだけどって思って God damn そうでその後にボイスメッセージが来てどんどんキモくなっていくなこれめっちゃ長いボイスメッセージ来てボイスメッセージ大体短いねんけどないやポッドキャストぐらいだっただるい Damn ちょっと怖いなんかもうゆりえのパフォーマンスがもう素晴らしかったすごいまあ気に入ってもらったんですけど、でもなんかその褒め方がめっちゃ、驚きがありすぎなんか Wow you're like really good なんか I thought you were gonna be shit but 意外とできるやんみたいななんかそのトーンが最悪やんおもろかったでみたいなもういやできるやん自分みたいな上からやなそうで何の声とで次のデートを予定して、私が C 社にしようって言って、なんか食事とかしたくなかったんで、C 社やったらC 社吸いながらちょっと Let's be friends って言おうと思って、で C 社中に彼がなんかもう
ゆりえはそのリレーションシップはどういう進み方がいいの？なんか箇条書きにね書いてなんか条件を教えてみたいな。もうだるいと思って。恋愛 is like supposed to be fun and like まあね、まあストレス。こいつアメリカ人じゃないこいつは日本人の女。That's a ちょっ Japanese と待って babe. それも待ってそれもよくないぞお前日本人の女じゃないね日本人の女性に失礼ほんまやぞいや日本人の女性もっとしっかりしてるよ、だって彼そうやで思い込みがやばかったもん。普通日本人の女の人はすごい空気読むの上手だと思うから彼は全然もう読みなさすぎでなんか C 社の途中で Can I hold your hand? とか言われて Jesus もうすごいね Bro I was like 下がもう砂漠ぐらいドライになったでしょ。からやったもうもう求めて体でしょもう。もうねもうで No って言えないでもさゆっくり差し出していくやんNo って言えないじゃん。まあそうなそれってなでもねなんかもう彼を慰めたかったから、なんかいろいろ質問されてもうだるかったから、私はこうねポジティブに I think we should just be friends って言ったら、Whoa whoa 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 He just sunned you like that after all that? he was like he goes slow down いや slow down じゃねえよって落ち着いてじゃなくてなほんまもうねなんかそれ全部振りだったんだ。今までこの落とすためにそうお笑い一番やってんだあいつ。私めっちゃ責められたその後なんかうわゆりえは冷たくてなんか You're so defensive and なんかso cold and なんかI'm disappointed in you って言われたの。パパかよ。これでもあるでほんま男の人あります、あるあんねんだからどういうことその自分がいけると思って言っててあかんかったらなんでそんな勘違いさせるようなことするんみたいなそう感じというか説教に入るそう髪の毛なんかなんていうその俺これ女子ザ女子ガールズトークで俺がゲストみたいになってんだけどほんまになんかさそのいけへんって分かった瞬間になんか態度変えるみたいなそう多分ある時あんねん振られたってなんか認めれないのかな振られたって認めれないから、じゃあ説教しようみたいな、お前が悪いに変えねんなそういうとこあるであるである俺男としての代表じゃねえからjust like 偶然俺チンコあるだけおもろそれ偶然たまたまここにいらっしゃったうまいこと言うたまたまあるたまたまあるウケるやってそれやってさ滑ったら全部揺れのせいするよおいいやでもやっぱそれあるやんなその勘違いはちょっと話しちゃうけどその舞台の話言ったじゃん俺そのゆりえに呼ばれてその東京コメディバーで初めてじゃないけどその結構最初の方出るじゃんあれって俺知らなかったのがパフォーマーが別の部屋じゃないんだ。なんかお客さんと混ざってんのが俺慣れてなくてもう何したらいい俺こんななんか出る前から俺の顔見れるんだとかなんかスイッチ入れるタイミングめっちゃむずいなそうだから俺結構トイレ行って、モテてない女子の給食のやつやってた悪いてなもうトイレの上座って fuck それアメリカの映画、見すぎトイレの中で日本でそんなことある給食トイレで食べるいじめられてるよそれも一番痛いのが滑った後滑った後みんなの前でこうやって座るんだI'm just like fuck ニコニコしながらねyeah 一番だると思ったね帰りたいよねすぐ帰りたい消えたい yeah なんかスタンドアップコメディってこう喋るだけだから、いつどこでもできるって多分そういうイメージがあるんですよね、でも実はちょっとね、準備しないとねステージ上がる前に、頭の整理とか、でもちろんそのネタ決めてるんですけどその日に合わせるその日のお客さんの様子に合わせたりするから、ちょっとなんか観察とかいろいろしてるんですよ、でそういうちょっとフォーカスしてるつもりなのになんかちょっとベラベラ喋りに来るとかなるほどねなんとなく付き合ってるやつが隣に座ってくるとかそうYou okay? Ready? God Okay? God やばかったそうだからそういう時間ね準備の時間がちょっとコンフュージングなのかな周りから見るとでももちろんねそんななんかlike I need my space ちょっと今話しかけないでって言ったらさなんかだるいやつじゃんなんかしかも今から出んのに言われへんなそうだから普通にね私はそういう時
階段のところにいます。見ましたこの前隠れる場所あんねや。俺も全く同じ考えでちょっと一人の時間で非常階段クラブ出て、コメディクラブ出てその階段のところをなんか探してたらユリエが壁向いて自分で話してたそれは一緒なんや。それはなんか芸人として一緒なんや。なんかもうサイコパスみたいなね行動を取らないと何してんのでなんかコメディクラブの存在知らない人なんかおでん行く人とかさ取引行く人とか C 社とかいろいろその建物にあるんでコメディクラブ以外、なんか絶対変人一人で壁に向かって喋って何この外人喋ってるそうこの3階外人がいつも階段で壁と話してる変なスポットみたいになる。何この宗教みたいな変になってる。怖いよな本当に。ああそうなんやな。面白いな。なんか座り方変えていいですか？いいよ。まあでももうちょっともうそろそろ終わりに向かってってるけどな。でも変えていいよ。ちょっとな気をつけてね。後々編集でダニエルにちょっと上手にやってもらうか。俺が編集してるからわざとユリエちょっと短いスカート履いてきてって言ったの。長い。でもこれ長い方ね。片方がこれなんかスリットが入ってる。いいね。正座にしよう。いいね。高くなった。身長高いしなほんまな。高いのかな。低くないか。なんかアメリカやったらちょっと高いめかな。わかんない。170を超えてたね。What are you in 5 like 5, 9 and a quarter? Okay. インチで言ってるなあ。インチやめてや。インチわかんないですよね。そんなんもすぐ慣れた？いやもうフィーリングバイブスで。もうほんまさでバイブスって何でもいけんの？なあ。そう俺もう10年くらい俺たちコメディやってんやん。やってる。どんだけ俺言うねんそれ。バイブス？バイブス。すごいな。ずっと言ってるよ。バイブスだけで全部いけんねやな。大事。まあちょっとねすごい今回はゲストがいてすごいいろんなまだまだ話したいことあるけどちょっとお時間が今日時間足りねえな。マジで足りなかったからちょっと楽しかった。いいんですかこれで？すいません。全然なんかそのチルな感じめっちゃいいし。ありがとうございます。またほんまよかったら来てほしいです。来たい。ありがとう。楽しかった。むしろなんか聞いていただいてありがとうございます。いやもう知りたかったからねいろいろ。そうですか。ただちょっと聞き足りないということでまたよかったら本当来てください。嬉しい。ありがとうございます。楽しかった。ありがとうございました。ゆりえコリンズさんでした。